みんな、ずんだもんなのだ。今日も元気いっぱいに世界のニュースをお届けするのだ。今日、ずんだもんがみんなに紹介するのは、情熱の国、ポルトガルなのだ。ねえねえ、みんな、実は、ポルトガルって国と、とっても意外なつながりがあるのだよ。みんなが毎日食べてる、パン、であるのだ。これ、日本語だと思ってたのだ。ずんだもんもそう思ってたのだ。でもね、この、パンって言葉、遠い遠いポルトガルから日本に伝わった言葉らしいのだ。ポルトガル語の、ピオ、パンが語源なんだって、びっくりなのだ。そんなポルトガルからは、なんと今日は全部で5つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。ソクラテス氏、裁判遅延で2000ユーロの罰金という記事なのだ。元首相のジョゼ・ソクラテスさんが裁判所でちょっとやっちゃったみたいで、まさかの罰金、しかも何度もなのだ。自分の政党を批判したり、家族の話で涙ぐんだり、さらには謎に包まれた収入源まで、波乱万丈な裁判の全貌をまるっと深掘りしていくのだ。さあ、今日も新しい発見がいっぱいのポルトガルニュース、ずんだもんと一緒に見ていくのだ。みんな、最後まで見逃さないでほしいのだ。ポルトガルは、ヨーロッパの南西、イベリア半島の最西端に位置する美しい国なのだ。首都は7つの丘に囲まれた風光明媚なリスボンだよ。かつては世界中の海を股にかけた大航海時代を築き、その映画の歴史が今も息づいているんだ。現在は共和制の国家で、国民は約1000万人と比較的コンパクトな人口構成なのだ。主要産業は観光業が非常に盛んで、美しい海岸線や歴史的な街並みが人々を魅了するんだ。世界的に有名なポートワインや、世界生産の約半分を占めるコルクも大切な輸出品なのだ。文化面では、哀愁を帯びたファドの歌声や、建物に見られる美しい装飾タイル、アズレージョが有名だね。最近は、豊かな自然と生活費の安さから、デジタルノマドの移住先としても注目を集めているんだ。温かい人々と美味しい料理、そしてどこか懐かしい雰囲気が魅力の国なのだ。一つ目のニュースなのだ。中国校の9年生保護者、成績か再試験かを選択という記事なのだ。ねえ、みんな、聞いてほしいのだ。ポルトガルで、中学9年生の数学のテストでちょっとした大事件が起きちゃったらしいのだ。なんと、15もの学校で試験時間の保証に関して問題が発生したのだ。普段なら考えられないことなんだけど、国家試験委員会 JNE が試験結果がまだ出てないのに、保護者さんたちに特別にどちらかを選んでほしいって連絡したのだ。選べるのは2つの選択肢なのだ。1つは、子供たちが受けたテストは、無効にして、来週金曜日に予定されている第2段階のテストでもう一度やり直すことなのだ。もう1つは、今回受けたテストの点数をそのまま受け入れることなのだ。保護者さんたちは、このどちらかを選んで、宣言書に署名してほしいってことなのだ。こんな異例の対応は、よっぽど大変な状況だったってことなのだ。大切な9年生の試験で、こんなことが起きるなんて、生徒さんも保護者さんも不安になっちゃうのだ。みんなが納得できるような、最善の解決策が見つかるといいなって思うのだ。2つ目のニュースなのだ。PS 議員、簡易住居撤去を非難、金色氏、人道訴え、という記事なのだ。PS の議員さんや元政府の人たちが住む場所を失った人たちの簡易住宅が壊されることにとっても怒っているのだ。PS の価値観に反するって手紙まで出したのだ。これは社会主義の政治は人を大切にするべきなのに逆のことをしてるってことなのだ。大体の家も用意せずに壊すなんて憲法の原則にも合わないし、PS の信頼も傷つけちゃうって言ってるのだ。PS の書記長、ジョゼ・ルイス・カルネイロさんも人道的に
社会的な配慮を持って解決策を探すべきなのだってコメントしてるのだ。でも違法な建物を作るのも解決策じゃないって認めてるのだ。政府も地方自治体の困りごとから目を背けちゃいけないって強調してるのだ。今回の取り壊しはルーレス市で PS の市長さんが命令したことなのだ。そこにはなんと161人もの人が住んでたのだ。中には病気の人や子供、妊婦さんもいたから、弁護士さんが裁判所に訴えて一時的に取り壊しが止まったのだ。弁護士さんは市を訴えて賠償を求めるつもりらしいのだ。みんなが安心して暮らせるように早く良い解決策が見つかるといいなのだ。3つ目のニュースなのだ。ソクラテス氏裁判遅延で2000ユーロの罰金という記事なのだ。元首相のジョゼ・ソクラテスさんが裁判所に何度も無駄な手続きをしたせいでたった1週間で2040ユーロもの罰金を課されちゃったのだ。これは裁判所の時間を無駄にしたからなのだ。最高裁では検事総長を解任してほしいってお願いしたんだけど却下されて1020ユーロの罰金だったのだ。ソクラテスさんは検事総長の発言が気に入らなかったみたいだけど裁判所は無罪推定を傷つけるものじゃないって判断したのだ。先週も同じ理由で別の裁判官の解任を求めてまた同じ金額の罰金を受けていたのだ。ソクラテスさんは法休暇前の最後の裁判で自分がいた政党を批判したり家族の話で涙ぐんだりしたのだ。それに検察が自分の政府の成果を壊そうとしているって強く訴えたりもしたのだ。自分の収入については首相を辞めた後パリで勉強するために借金してその後お母さんがアパートを売ったお金をもらったって説明したのだ。さらに製薬会社からも毎月大金をもらっていたって話しているのだ。お母さんは祖父やおじさんからなんと500万ユーロも相続したって言っているのだ。EGV プロジェクトへの不正な関与やベネズエラでの住宅建設の見返りも否定したのだ。そして高速鉄道のプロジェクトが後の政権によってソクラテスさんの計画だからって理由で捨てられたことをすごく残念があって政治的な臆病さだって厳しく批判したのだ。裁判所はこれ以上無駄な訴訟をしないように注意しているのだ。4つ目のニュースなのだ。EU ガザ援助アクセス改善も不十分という記事なのだ。ガザ地区の人道状況は今も壊滅的なのだ。でも欧州連合 EU の外交安全保障上級代表カラスさんがイスラエル政府と支援アクセスについて合意してから5日経っていくつかの良い兆候が見られるって言ってるのだ。これは現地の人々にとって本当の改善につながるかもしれないってカラスさんは期待しているみたいなのだ。ブリュッセルではガザへの支援アクセスに改善が見られるとは言っているけれど残念ながらまだ十分だとは言えないって見ているのだ。5つ目のニュースなのだ。ロシアトランプの最後通帳に動じずという記事なのだ。ねえねえ、トランプ大統領さんがウクライナをめぐるロシアへの圧力を強めているのだ。キーウに武器を送るし、もし停戦しないなら制裁するぞって、まるで最後通帳みたいなものを突きつけたらしいのだ。でもね、ロシアのクレムリンはそんなこと全然気にしてないみたいなんだなのだ。プーチン大統領はウクライナでの目標を絶対に変えないって言ってるのだ。アメリカの最後通帳が出てもロシアの戦略はびくともしないみたいでちょっとびっくりなのだ。ポルトガルは美しい歴史と文化の国なのだ。でも今日のニュースを見ると教育や住まいの問題、元首相の裁判など国内にも解決すべき課題があるのだね。ガザやロシアのニュースも世界が直面する大きな問題なのだ。みんなが安心して暮らせるもっともっと良い未来になるといいなって思うのだ。
この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。